はい、どうもこんにちは。カネマでございます。ということで、本日の食材がこちら。よいしょ。タラバガニっていうことでね、それではこちらをさばいていく。はい、改めまして、本日の食材がこちら。タラバガニ。っていうことでね、市場で買ってまいりました。まあ、冬と言ったらね、カニですよ。もうめっきり冬になりましたね。寒くなりました。もうクリスマスが来て。でもお正月ですよ。でお正月と言ったらやっぱこうね、カニですよね。カニ。もう欠かせないよね。でお正月シーズンにちょっとカニ高くなっちゃうんで、今のうちに食べとこうっていうことで、こちらのタラバガニを使って、何かを作っていきたいと思います。まだ何を作ろうかね、あんまり考えてなくて、とりあえずこのタラバはまだ生の状態なんですよ。なのでこれを一度茹でる作業をしないといけないんですね。で、こちらのタラバガニ、意外に皆さんじっくり見たことないんじゃないでしょうか。ちょっとじっくり見ていきましょうか。表側がこんな感じですね。で、このタラバガニはね、足が1、2、3、3本しかないんですよ。普通ズワイガニとか毛ガニって足が4本の爪が1個なんですけど、タラバガニは足3本なんですね。ヤドカリの仲間だから。で、爪は片方がこういう風に大きくて、で、片方はこういう風に小さいです。どのタラバガニもみんなそうです。で、タラバガニの類似品で、イバラガニとか、アブラガニっていうのがいるんですよ。まあ、イバラガニ自体はもう全然形が違うんでわかるんですけども、アブラガニっていうカニは、本当にタラバガニそっくりで見分けがつけにくいです。パッと見、タラバガニっぽいんですよ。でも、それを見分ける方法、ここです。甲羅の中央のここの部分のトゲ。ここです。1、2、3、4、5、6個ありますよね。これ6個あるのが本物のタラバガニ。なのでこいつは本物のタラバガニです。で、アブラガニは1、2、3、4つしかないんですよ。4つしかなかったらアブラガニですね。で、裏側がこんな感じ。で、ここは白いんですけど、ここ黒いんですよ。で、これがふんどしですね。うわ、これ嫌いな人嫌いだろうな。点々がいっぱいついてますね。これ寄生虫ですね。カニビルだっけな。カニに寄生するヒルですね。で、正面がこんな感じ。ここにね、口があるんですよ。これがね、かなりギザギザ。はい、少し前置きが長くなってしまいました。それでは早速こちらを茹でていきたいと思います。お鍋に塩を加えていきます。じゃあそしたらこちらカニ入れていきます。カニは表側を下にして入れます。はい、じゃあ入れていきます。入るかな？入るか。うわ、やば、入るかも。入れ。よし。ギリギリ。大きい鍋買わなきゃだな。そしたら、蓋をして、20分ほど茹でていきます。20分超え、移動。はい、ではね、ちょっと20分じゃ足りないかなと思ったんで、30分いきました。揚げていきましょう。部屋の中にね、カニのいい匂いが充満してる。それじゃこれを出していきます。暑いよね。暑いよね。はい、じゃあこのように茹だりましたと。そうしたらね、こちらまだ熱くて剥けないので、冷蔵庫で一晩冷やして剥いていきたいと思います。翌朝に移動。はい、ということで一晩経過しました。で、このタラバガニ何にしようかなって考えたんですよ。以前、この花咲ガニ、こちらでチャーハンを作ったんですよ。それが非常に美味しくて。でもあの時のチャーハンよりさらにちょっとグレードアップして、今回こちらのタラバガニであんかけチャーハンを作っていきたいと思います。めちゃめちゃ贅沢じゃない？ではまずこちらのタラバガニ、剥いていきます。まずはこの甲羅、これをね、取ります。はい、甲羅が取れました。そしたらこの両サイドにこのヒレヒレがあるんですけど、これはね、基本食べれないんで、取り除きます。タラバガニに限ったことじゃなくて、基本このヒレヒレの部分は、どのカニも共通して、これは食べません。で、実はね、タラバガニ、ここに足がもう2本あるんですよ。だから本当は合計1、2、3、4、5、5本あるんですよ。甲羅の中に隠れてるんですよ。で、これ、ふんどしですね。で、このふんどしの中に、身がね、入ってるんですよ。身と味噌。まあ、内臓っていうのかな。これがね、美味しいんですよ。ヤシガニにもありましたね。いただきます。わあ、うまっ。めっちゃ濃厚なんですよ。ちょっと気持ち悪いかもしれないけど、これはタラバガニ1匹買った人じゃないと味わえない。はい、そうしましたら足を取っていきます。で、甲羅のここ、くちばしがついてますね。くちばしを取ります。
で、この赤いところ、これもね、食べれます。で、これが胴体の身ですね。で、胴体の身を半分に割ります。で、ここに味噌が入ってますんで、味噌を取ります。たっぷり。そうしたら胴体の身は、まあ、1個ずつ分解して割ってもいいんですけど、僕は包丁でまとめて、ガッていっちゃいます。で、これをスプーンでかき出していく感じ。で、はい、胴体の身が完成。で、次、足ですね。足はまずここから落とします。で、まあ、ハサミでこうやってね、バチバチバチって、両サイド切ってパカって開ける方法もあるんですけど、まあ、僕はもうめんどくさいんで包丁でやっちゃいます。こういう感じですね。で、あとは剥いていくと。ほら、身がパンパンに詰まってますね。いいね。で、これを抜くと。はい、これでタラバガニの一番太いところの身ですね。これをチャーハンにバーって盛り付けていきますよ。で、一番太いところの足の身は取れました。で、次ここ、第二関節っていうんですか。こういうとこはね、僕はもう削ったりだとかしなくて、こう斜めにこう切っちゃいます。こういう風に。そうすると、ほら、簡単に取れますんでね。こっち側も簡単にこういう風に取れます。で、最後の一番細いところの足ですね。これもまずこのとんがった爪。ここは身が入ってませんので、落とします。で、これも斜めにポンと落とします。そうするとこう、取りやすいんだよね。こういう感じに。これがタラバガニ、簡単な食べ方かなって思います。はい。で、次こちら問題児のね、爪ですね。これが硬いんだ。で、僕は爪はね、まず、ここを落とします。一番爪の美味しいとこね。真ん中よりちょっとハサミ寄りのここら辺に切れ込みを入れていきます。そうすると、こう、割れますよね。で、パカッと取れるんで。そうすると、あとはガブってかぶりつくだけの状態になります。で、この爪のこっち側、これも硬いんですけど、まあ、先ほどと同様、斜めにこうやってね、割っちゃえば、こっちのもんなんで。こういう感じで、あとはほじくって食べていく感じ。さあ、やっていきますかね。はい。ではこのように剥き終わりました。こっちが胴のみと、あと足の細い部分ですね。で、これが足の太い部分。で、この殻は軽く空入りして、スープとかにするといい出汁が出ますんで、これは残しといて、また後日、スープかなんかで飲みたいと思います。そしたら、まずはあんかけチャーハンに使うあんを作っていきます。まあ、今日はシンプルに鶏ガラと、あとカニの身だけであんを作っていきたいと思います。水1カップ。で、鶏ガラスープですね。これ顆粒のやつ使います。で、カニがちょっと塩分が入ってるんで、減塩使ってください。大さじ1ぐらい入れます。で、火にかけていきますと。いやー、気持ち悪い。はい、そしたら水溶きの片栗粉を作っていきます。もうなんならこの混ぜとるこの感覚も嫌だからね。まあでもそろそろ克服せなあかんなと思う。片栗粉とは。向き合ってかなあかんかもしれないですね。はい、このように沸騰してきましたら、こちらにタラバガニの身をほぐしながら入れていきます。でね、ほぐしで。うまそうだなぁ。で、混ぜ。で、ここで一回味見します。完璧。で、最後に水溶き片栗粉を加えてとろみを出していきます。あんまり入れすぎないことね。少しずつ入れて調整していってください。これでカニのあんかけのあんの完成。はい、そうしましていよいよチャーハンを作っていきたいと思います。で、チャーハンね、僕素人なんで多めに見てね。材料がこんな感じ。醤油、塩コショウ、ラード、旨味調味料、ハイミー、ちょっと固めに炊いたご飯、卵、ごま油、で、カニの身、青ネギですね。まずは青ネギ刻んでいきます。で、卵を割っていきます。そうしましたら、今日はね、中華鍋使います。まず中華鍋を熱します。火をかけて、で、そこにラードですね。これをギュッと。で、ラードもしっかり中華鍋になじませます。はい、こういう風に煙が出るぐらいになったら、こちら、卵。で、塩コショウ。旨味調味料、ハイミー。で、そこにカニの身も加えていきます。はい、青ネギを加えます。で、そこに醤油。
香り付けにごま油。そしたらこちらを盛り付けていく。はい、じゃあ完成。いただきます。よし、じゃあ食べていこう。ちょっと足全部入れようと思ったんですけど、もったいなかったんで、3本にしました。でも3本でもこのボリューム、すごくないですか、これ。じゃあ食べていきます。チャーハンにも、あんにも、タラバガニの身がたっぷり入ってますからね。あんと一緒に絡めて、いただきます。うわー、うめえ、これ。びっくりしちゃった。この前のより美味しくできた。で、なんたってこのね、あんが絶妙。あんはシンプルに鶏ガラとカニだけにして正解でしたね。うん。全部がいい感じに調和してる。美味しい。じゃあこのタラバの足、ここいただきますよ。いただきます。めっちゃうまい。ほんとみんなも食べてほしいぐらい。ほんま、ほんとに美味しいです、これ。はい、ということで、今日はこちらのタラバガニのあんかけチャーハンときましたら、お飲み物、こちらでやっていきたいと思います。せーの、じゃん、ゲーノのやつ。最近7対3が適当だからね、今日はバシッと決めるよ。いくよ。はい、こちら、7対3ですね。いただきます。うめえむせちまった。レンゲがでかいっていうね。これしかなかったんですよ。それじっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ということで、今日は生のタラバガニを自宅で茹でて、で、剥いて、カニのあんかけチャーハンにしてみましたけども、うまい！めちゃくちゃうまかった。そのまま食べてももちろん美味しいタラバガニ。でもああやってね、一工夫加えるのもありですね。で、今回はタラバガニでやりましたけども、あんの部分はカニ缶で、で、チャーハンの部分はもうカニカマとか、あとはかまぼことかでも代用できますんで、ぜひ皆さんもカニのあんかけチャーハン作ってみてはいかがでしょうか。ということで、今日はご視聴ありがとうございました。バイバイ。